こんばんは。ナレーションを務めております語り手です。前回の動画でコレン軍曹と共に入手となる隠し機体の赤いコレン専用カプルをフル改造して使用してみたいと思います。通常のカプルと違いミンチドリルと射程が4のロケットパンチが追加されています。さらにもう1機射程4のミンチドリルを持つバザーで購入できるイーゲルもフル改造してみます。まだ月光鳥が使用できないターン A と比較した場合、両機とも運動性が同等で走行面で大きく上回っていますね。またカプルは武器の地形適用が全て A なのでボーナスは運動性に振っておきます。強化パーツをつけなくとも1800と高い走行値にもなります。攻撃力は1200上昇し、最大攻撃力がロケットパンチの4800となります。フル改造したツインバスターライフル以上の攻撃力でもあります。そしてイーゲルはフル改造のボーナスを装甲に振ることでHP9300 の2145の硬さを誇る機体となります。カプルと同じく攻撃力は1200上昇し、射程4で移動後にも使用できるミンチドリルが4000となります。強化パーツは3つ装備することができるので、移動のためのミノフスキークラフトと200を超える運動性となりました。イーゲルも空中専用にミノフスキークラフトとミンチドリルの射程をより生かすため高性能レーダーで射程を伸ばしておきます。本日の相手となるのはオン大将との最終決戦となるため、出撃前にはハリー大尉とキエル城、バニング大尉のイベントもあります。またこのステージは連戦となり、序盤はカテジナさんとスエッソン氏が率いる部隊との戦闘となります。伝説の機械人形や機械巨人がこれだけ揃えば黒歴史の再来を阻止することができましょう。皆様のお力をどうか私にお貸しください。とこのステージで赤い角が生えたカプルに乗った大佐の懐かしさとともに戦闘開始といきましょう。まともに食らっていれば落ちていた。無駄な抵抗を。踏み込みが足りんな。戦線を離脱する。 F 時代によく耳にした踏み込みが足りないムーンレイス兵とドッゴーラをミンチドリルで瞬殺し、マヒロー部隊に突撃します。これなら互角に戦える。北斗七星の陣で攻撃するぞ。機体の動きに無駄が多いぞ。迷いは自分を殺すことになる。いろいろやるな。戦線を離脱する。これで終わりにさせてもらう。戦線を離脱する。赤い機体に乗ることで大佐の闘争本能が目覚める中、終盤性のマヒローということもあり HP、走行ともに高くなっていますね。また運動性130は決して低い数値ではないので、確実に攻撃を当てたい時には精神コマンドが必須となります。ディアナ様の尻、ディアナ様の尻、ディアナ様の尻、ディアナ様の尻と言ったか。おのれ！なんということを。
退却する。尻を尻と言うて何が悪い。尻と言ったか。スエッソン氏と親衛隊としての決着をつけた後はバンデットの援護防御を避けながらカテジナさんとの戦闘になります。私たちの邪魔をする奴はこの世から消えろ。狙いが甘い。ウッソ敵が来るぞ。分かってる。行くぞ。好きにはさせない。カテジナさんの HP を 30% 以下にすることでイベントが発生し、アルファから続く因縁の対決に終止符を打ち、ついに仲間に。戦場でな、恋人や女房の名前を呼ぶ時というのはな、瀕死の兵隊が甘ったれて言うセリフなんだよ。やったぜフランからの仲間にではなく、カテジナさんが身代わりになるというイベントでありました。ディアナ・ソレルという偶像、すなわちアイドル一人撃てば済むことだ。外伝でも絶好調の小安さん、いや御大将でありますが HP 回復もあるので攻撃を集中し一気に仕留めたいと思います。それじゃ遅いんだよ。その程度ターンタイプのモビルスーツは落ちるものか。シャイニングフィンガーを使う。このターン X すごいよ。さすがターン A のお兄さん。やりやがったランコン畜生。あっちでもこっちでもボカスカやりやがって。うらち御大将のやり方に納得のいかない王子がさらに攻撃を仕掛けます。絶対に許さん。機能不全に落ちたのか。そして王子やバニング大尉のもと、終盤まで地道に成長を続けてきたメシェー城とザメルの奇襲といきます。いい加減に落ちてよ。システムの赴くままに共に死す。私に一矢報いたつもりだろうが、そうはいかん。今のは危なかったな。逃げ回っても無駄だ。死を意識することが生きることを実感させる。もっとよく狙え。そしてラスト、御大将を止めれるのは数々の視線をくぐり抜けてきたこの方しかいませんね。なんてことを殺す気ですか。わけないじゃないか。おのれ、よくもこのキム・ギンガナムを。しかしこれであっさりと封印されるはずがない御大将と、さすがターン A のお兄さんとなります。ターン X は金縛りにする。
アイフィールドバリアー。ヒムギンガナム、差し違えてその命もらい受ける。このターン X すごいよ。さすがターン A のお兄さん。ユニバース月光町である。ガンダムがではコレン軍曹の叫びとともに連戦となる後半戦といきましょう。全バリアを放出。月光町の拡散を少しでも食い止めよ。またターン A のお兄さんの月光町によって13ターン以内に決着をつけなければならない条件も追加されます。黒歴史の再来とさせないためにもこの方がミンチドリル片手に突撃していきます。素人がやられたらやり返す。バッケモンこの素人が。ターン A のお兄さんは射程10で攻撃力4000のオールレンジ攻撃とザンネックの援護攻撃を中心に攻撃をしてきます。戦士たる者の生き様を後世に伝え、女たちよ、その金縛り状態を解かねえとまた黒歴史が来るぞ。愚か者が我がターン X の餌食にしてくれる。ターン X で全てを破壊して新しい時代を始めるのだ。そうそう、このくらいやってくれなきゃな。もっとこっちに近づいてきやがれ。これから面白くしてやるぜ。お前の生体反応のデータを取りつつ神の国への引導を渡してやる。程度じゃくたばらねえぞ。走行2145のイーゲルでも一瞬で削られてしまいますが、ここから軍曹の底力が発動します。その根性だけは認めてやってもいいぜ。やられたらやり返す。バッケモンやるじゃないのさ、地球人のくせに。この窓枠が窓枠が素人がバッケモンてめえもう許さねえぞ。素人がこんなところで。このメリーベル城もお供のバンデットと連携をして攻撃を仕掛けてきますが、底力が発動した軍曹の敵ではありませんね。ただ運動性と回避が高いので攻撃を当てにくいというのがこのメリーベル城のバンデットの嫌な部分ではあります。またこのコレン軍曹はイーゲルや専用のカプルに乗ってくるだけのことはあり、格闘が高い能力となっています。なので援護もできる上に移動後に射程後で無限に使えるミンチドリルとの相性は抜群です。相対距離を一気に詰めれば対応できない。厄介な敵かもね、ギムギンガラム。
今回は大佐と軍曹のミンチドリルの前に手も足も出なかったメリーベル城の後は連携でミドガルド氏を落とします。答えるな。そう簡単にここを突破はさせんよ。そこでもう一丁、この窓枠や。そこでもう一丁。モリー、本艦に的を絞っているのか。ミドガルド、ディアナ様の尻と言ったか。あれこの100万回生まれ変わっても私が裁きを受けねばならぬというのか。ハリー隊は親衛隊、ディアナの法の裁きは受けていただく。試作2号機を持ち出したりディアナ様を連れ出してきたお騒がせなミドガルド氏を裁いた後は御大将との対決となります。エネルギー回復もありほぼ無限に追加された射程10のオールレンジ攻撃を受けるターン A のお兄さんとなっています。さらに御大将の気力が150となっているためここは軍曹の脱力を使用しておきます。そして大佐と軍曹の連携で御大将を削りに行きます。これ以上はやらせん。直撃させる。シミュレーションより現実の方が面白いな。愚か者が。踏み込みが足りんな。ついでにこいつも食らいやがり。小賢しい真似を。次は原作でも共闘していたハリー大尉とポーチューイの2人で仕掛けます。ディアナの法の裁きは受けていただく。ユニバース、ユニバース。貴様のエネルギーは全ていただいている。ゲンガナムの電力のようにな。隙を見せるなんて甘いんだよ。精神コマンドと援護を駆使して必死で削っても HP が 60% 以下になると当たり前のようにど根性を使う御大将でありますね。の相撲はもどもどは違う。ほう、いい腕だ。御大将が相手ならば一度はぶつけておきたい。このミリアルドさんとゼロならばゼロでいきます。お前の生体反応のデータを取り神の国への引導を渡してやる。貴様のエネルギーは全ていただいている。ゲンガナムの電力のようにな。神の国への引導を渡してやる。このターン X すごいよ。さすがターン A のお兄さん。さらにこのステージから使用可能となった無改造の月光町で挑みます。自分勝手な解釈をするな。月光町なんて使いたくはないけど。何が不調なのだ。戦いの歴史は繰り返させません。もう一度封じられるか、このギムギンガナムを。ここで
ディアナ様とミランさんの精神コマンドが生きてきます。同じ過ちを繰り返すだけと気づかんのか。貴様のエネルギーは全ていただいている。いい腕をしているが相手が悪かった。ついでにこいつも食らいやがり。その程度繁栄だって時代を開けるはずだ。システムの赴くままに共にシス 1X の餌食にしてくれる。そう簡単に当てられてたまるか。ここで直撃を食らっていたら即死の可能性があった軍曹ですが、なんとか回避してくれましたね。もう一撃だ。システムの赴くままに 1X、 貴様の力は使わせないぞ。システムの赴くままに共にシス。これはどうだ。しまった。機械人形の制御がうまくいっていないのか。本当はターン A で出撃してもらい、やったぜフラン砲と行きたかったのですが、ロラン氏が強制出撃のため実現できず、ほぼ全ての味方の行動が終わったところで、ムーンレイスとの戦いの終止符と黒歴史の再来を防ぐのは。なんだよあの光。嘘だろ、嘘だろ。おのれ、よくもこのギムギンガナムを。純粋に戦いを楽しむ者こそ、自分を捨てて戦える者には。おのれ。最後はキース氏の一撃で封印をすることができました。本日も最後までご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いします。